ジーンズリペア五右衛門です。今日は膝に開いてしまった穴を塞ぐときにどこまで補強すればいいのかの見極め方について、お伝えしようと思います。まずですね、長年着用して生地が薄くなって穴が開いた場合は、穴部分だけを塞いでもすぐにその周りから破れることが多いです。人為的にデザインとしてダメージをつけた場合などは穴周りの補強が必要のない時もあるんですけども、大抵の場合ですね、着用して自然に生地が生地が薄くなって穴が開いた場合は、補強がすごく広い範囲で補強が必要になりますね。僕がですね、ジーンズリペア屋になって、ジーンズ専門の修理屋になって18年になるんですけども、お店をオープンしてあての頃に、膝の穴を塞いでほしいというお客さんのご依頼で穴を塞いだんですけども、お客さんに渡して数日後に、塞いだ部分の下側が破れたというのでお持ち込みされたことがあったんですが、自分の直したジーンズがですね、すぐに手元に返ってくるっていうことがすごくショックで、今でもそれは覚えてるんですけども、その頃ってまだジーンズ専門のお直し屋なんていうものが世の中にはない時代だったので、インターネットで検索してもジーンズの直し方なんてヒットすることありませんでしたし、ましてや YouTube なんてなかったので、自分で原因を探るしかなかったんですね。で、破れてしまったジーンズをこうしてじーっと眺めてですね、なんでなんだろうって原因を探っていたんですけども、塞いだ部分のすぐ、上の生地もですね破れそうになってて、で穴を塞いだところは強くなるけれども、周りの生地が弱いままだったら破れるのは当然なんだっていうことに、そういう当たり前のことに気づいてですね、広範囲に補強することになったんですけど、で今でこそジーンズ専門のねお直し屋さんも増えてきて、ダメージ周りの補強の重要さを口にしている、同業者さんがね一般的になってるとは思うんですけども、僕が始めた頃はそこら辺に気づいてる人は多分いなかったというか、やってる人がいなかったので、ちょっと本当のところはわからないですけども、多分僕が最初か、初めの頃、初めの方なのかなとは思ってます。で、そこからですね、僕がジーンズのリペアに強度を求めていろんなことを試行錯誤していったのはそこからですね。で、ちょっと話がそれました。で、大きく補強すれば、じゃあどこまでも大きく補強すればいいのかっていうとそうではないので、ちょっとですね、こちらのジーンズですね、膝のところにちょうどここですね、穴が開いてるので、このジーンズでちょっと説明していきたいと思います。表側の色落ち具合を見るとですね、こんな感じなので、そうですね、膝の、可動で弱ってるのが下側がこの辺りですかね。で上側が、色落ち具合を見るとこの辺りですかね。ここまで補強しておけばとりあえずは安心かなとは思います。ただこれ表からだけの情報なので、裏側を見るとですねちょっと違う場合もあるので、ちょっと裏返してみますね。裏から見るとこんな感じですね。パッと見裏からだとちょっと分かりづらいですね。ただですね、結構ここが穴ですね。で穴周りちょっと分かりづらいですかね。生地もやっぱり弱ってはいるんですけど、やっぱりでもそんなに広範囲ではないですね。広範囲じゃなくて、
このぐらい、膝上はこれぐらいですね。で膝下がですねこれぐらいかな。膝上がこれ、膝下がこれぐらいで、いろいろポイントはあるんですけども、うっすらですねここにこうひげの跡が見えると思うんですけど、だいたいそこのですねこう3方向とか4方向、このぐらい、こっちからもシワ入ってるかな。でその中心あたりがだいたい膝小僧ですね。で膝小僧よりちょっと下までが膝の可動によって弱るところだ。だいたいやっぱりこの辺ですね。この辺までは補強が必要って感じですね。表から見た時と今回は裏から見た時でそんなにさほど、違いはないので、そうですね、穴周りはだいたいこのぐらいの範囲補強してあげれば当分はこんぐらいですね。当分は安心して履けるかなと思います。でもう一本ですねちょっと違うジーンズも見てみましょうかね。こちらのジーンズですね、全体的に色も薄いんですけども生地も薄くなってますね。でそうですね、膝のところに穴が開いてまして、でじゃあ結構薄くなってるんでやっぱ補強はすごい必要なんですけど、どのぐらい補強が必要なのか、まず表から見た、感じだとそうですね、うっすらここら辺まで色落ちしてるのが分かりますかね。ちょっとこういう時離れると分かりやすいんですけど、このぐらいですね。膝下はこれぐらいか、ここまでか、このぐらいまでですね。で膝上というかがどこまで補強しようかっていうとこなんですが、結構薄くなってますね。ここがポケットでフロントポケットより下、太ももをですねこの辺りでは補強が必要かなと、表側の情報ではそういうふうに見えますね。でこれも裏側からも見てみますね。裏側ですね、これが。で穴がここに開いてまして、そうですねだいたい膝の下側ですねの補強範囲っていうのは結構分かりやすくて、この辺りですね。ちょっと毛羽立ってたりするんで、この辺りが弱ってる部分は結構毛羽立ちがあったりするんで、そういうところを見逃さないようにですね。であとは、膝下だからここまでで十分かなと思います。で膝上側ですね。上側の補強を決めるのがすごく難しいんですけども、結構もう膝上から膝の穴から上側は全部弱ってるんで、そうですねこの辺までは補強した方がいいかなとは思うんですが、ここで重要なのがですねこれですね。このポケットの内袋が当たる場所ですね。常に同じところが当たるんですけど、でここに段差ができてるじゃないですか。でこの段差が結構厄介で、常にここ当たるんで、この当たってるところがすごい弱りがちなんですね。でパッとめくるとちょっと色が違うの分かりますかね。この辺ちょっと青っぽくて、この辺結構色落ちが進んでるというか、でそれはこのポケットがあるからここは色落ちがあまり進んでないわけですね。なんで、強度を考えると、このポケットが当たるところよりもちょっと上側まで当て布を当てて補強してあげる方が、安心して着用できる、修理が施せますね。1本目に紹介した、デニムの、リペアが終わったところですね。遠目で見るとこんな感じですね。でちょっと近寄ってみます。穴がね開いてたところはここは細かく
叩きを施して、塞いでます。で、そうですね、見ようと思えばというか見えると思うんですけども、補強のね糸がこの辺ずっと入ってるのがわかるかと思うんですが、ぼんやりとですね近寄るとこんな感じですね。裏返した方が分かりやすいのでちょっと裏返してみます。そうです、先ほどやっぱり言った通りですね、補強の範囲はここまででしたね。膝を覆う感じですね。で補強して、でやっぱまだ太ももの方は全然弱ってないので、補強する必要はなかったのでやっぱり補強はしませんでしたね。で上まで補強してもいいんじゃないかと思う人いると思うんですけど、そうするとですね、今後の、色落ちですねに影響がしてくるので、だから今補強が必要のないところまでやってしまうと今度そこが不自然な色落ちになってしまったりするので、やっぱりその時に必要な、補強の範囲っていうのはあるので、それをちゃんと、見極めてですね補強した方がいいかなと思います。ということで、今回は膝に穴が開いてしまった場合、穴周りをどこまで補強すればというの見極め方をですねお伝えしました。ちょっと分かりづらい部分もあるかもしれないんですけども、なんか気になることがありましたらコメントをいただければ、お答えできるものは全部お答えしますので、お気軽にコメントしてください。で今回お伝えした内容がですね必ずしも正しい、考え方ではなくて、穴ができるたびにその度に穴を塞いでその都度直して、修理跡がですね、たくさんあるっていうジーンズも結構かっこよくはなったりするんで、いろんな直し方といろんな考え方があっていいと思うので、趣味で、修理リペアジーンズのリペアをですねやってみる方は自分なりの楽しみ方でいいかなと思うのでいろいろやってみてください。それではご視聴ありがとうございました。少しでもへえと思ったり、面白いなと思った方は高評価とチャンネル登録をお願いします。